ボンシュー。気持ちよく晴れました。久しぶりにリュクサンブール公園にやってきました。10月の下旬になって木々の葉がすっかり色づいています。公園に来ていつも思うのは、こうして自然をめでる余裕を持たなくてはいけないなということ。家の中で背中を丸めている間に季節はどんどん進んでしまいます。メディシスの泉を取り囲むグリーンの花砂、こういったところにフランス庭園のエレガンスを感じます。どうです、この見事な菊の飾り。もうじき11月1日万聖節の祝日がありますが、フランスではご先祖のお墓参りをする習慣があって、菊の花を手向けることが多いようです。というわけで、この時期パリのあちらこちらでたくさんの菊の花を見かけますが、こちらの庭園の菊は本当に見事です。菊を見ると私は祖父のことを思い出します。祖父は優に1メートルを超える大きさで、滝のようにしだれる県外仕立てという菊を毎年作っていました。祖父が苦心していたのは、花の高さをきれいに揃えること。表面がデコボコにならないようにするのが腕の見せ所だったように覚えています。このこんもりときれいな丸を描くこれらの菊もきっとリュクサンブール公園の庭師の方々がさぞかし丹精したものなのだろうなと思います。さて、この階段を登っていって迎えてくれるのがこちらの彫刻です。彫刻の名前はラクター・グレック、ギリシャの俳優だそうです。こちらの菊も見事。まさに花盛りで、ところどころにマロニエの葉っぱが落ちているあたり、なんとも風情があります。こちらのマロニエの葉っぱは黄色く色づいて、縁の方がちょりちょりと茶色に変わってきています。公園の中のカフェ、こちらのテラスでお茶をしている人の姿もこの時期は少なくなってきました。カラスもおこぼれに預かるのが難しいかもしれませんね。今ちょうど万聖節を挟んだ2週間の学校の休暇になっているんです。今日は風もあるのでセーリング日和、船がぐんぐん進んでいます。岸にやってきた船を棒でつついてやると、池の真ん中に向かって進んでいきます。この棒、竹でできてるのかもしれませんね。よく見ると船には国旗が掲げてあります。アメリカ、フランス。アメリカの船を女の子が勢いよく押し出しました。おや、フランスの船が日本の船に寄り添っています。さて、子どもたちのいたエリアからマロニエの並木の方にまたやってきました。この辺りは大人たちがゆっくりと行こえる場所。秋の光、落ち葉を見ているとちょっと物思いにふけって
詩でも読みたいような気分になってきませんか？自分でひねり出すのはちょっとハードルが高いですけれど、その代わり名作の一節が頭をよぎります。秋の日のビオロンのため息の、皆さんもきっとご存知ですよね。ポール・ヴェルレーヌの詩シャンソン・ドトンヌ、秋の歌という詩の出だしです。日本では歴史上たくさんの方が翻訳をしていますが、秋の日のビオロンのため息ので始まる名訳は上田敏によるもの。1905年の発表だそうですから、今から100年以上前の訳です。改めて読んでみたいと思います。秋の日のビオロンのため息の、身にしみてひたぶるに裏がし、鐘の音に胸ふたぎ、色変えて涙ぐむ、過ぎし日の思い出や。下に我は裏ぶれて、ここかしこ定めなく飛び散らう落ち葉かな。出だしの一節がすでに素晴らしいんですが、その後ほとんど全部5音節の言葉をつなげて日本の定型詩のようにしているところがあっぱれ。翻訳そのものが歴史的名作ですね。ちなみにポール・ヴェルレーヌは51歳、上田敏は41歳で生涯を閉じているそうで、短くも濃い一生だったのだなと感じました。